皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、マスコミの不祥事3連発について取り上げようと思います。今回取り上げる話題、具体的には、まず第一に、報道機関は女性登用というものが全く進んでいませんよということ。そして第2は、世論調査がデタラメなものが使われていました。そして第3は、外資系の報道機関であっても、その社員の行動というものが全く制御できておらず、イギリスから新型コロナウイルスの変異株を日本に持ち込み、そして感染を広げてしまったという話題、この3つを取り上げていこうと思います。今なぜこの話題を取り上げるかといえば、テレビニュースのトップにやってくるのは、今まさに森元首相の発言というものをみんなでこぞって批判し、それによって彼が辞意を表明。後継人事として J リーグの元チェアマンである川淵氏の登板というものが調整されていますよというお話が流れているからです。森元首相の発言については、マスコミがそれこそテレビであろうと新聞であろうと雑誌であろうと、もうありとあらゆるメディア、さらに SNS 等でもいわゆる有名人と言われるような人たちがこぞって批判の声を上げていました。しかしその中においても、果たしてあなたには森元首相を批判するだけの資格があるのかと問わざるを得ないようなところが含まれていることも、私としてはどうしても指摘したくなるのです。それではマスコミ総出で森元首相を叩いていたその報道機関側で一体どのような不祥事が起こっていたか、関連ニュースを見ていきましょう。メディア業界4団体、役員159人中女性は3人だけ。まずは 30% を目指そう呼びかけ。森元首相の女性蔑視発言が連日話題だ。しかしそれを報じるメディアの業界団体や加盟各社では、役員における女性の割合がゼロ、緊張な状態が続いている。日本民間放送労働組合連合会、日本新聞労働組合連合などの役員らが2月9日、厚労省記者クラブでメディア各社の役員の女性割合を 30% を目指そうと呼びかけた。会見には日本出版労働組合連合会、メディアで働く女性ネットワークも出席。メディア業界の4団体の役員人数は計159名だが、そのうち女性役員は3人だけだったことを挙げ、女性役員数を増やすよう呼びかけた。民放労連女性協議会副議長の岸田さんは会見で、メディアの課題としてコンテンツ制作の意思決定者の女性登用が不十分、意思決定者に女性が少ないの2点を指摘した。業界4団体の役員構成は以下の通り。民放連は45名中1人もおらず、また新聞協会についても53人中0人という結果になっており、役員がいるのも出版協会と雑誌協会のわけですが、それぞれ1人2人と非常に少ない人数となっています。在京テレビ局では制作部門の最高責任者に女性は一人もいません。作り手のアンコンシャスバイアス、無意識の偏見はコンテンツを通して受け取る側にも波及すると思っています。結果として性的役割分担が根強く残り、男女の賃金差にもつながっているのではないか。続いては世論調査をめぐっての呆れた実態についてです。フジテレビの世論調査に重大な放送倫理違反 BPO が結論。フジテレビの世論調査で架空の回答が入力され、1年余りにわたって誤った内容を伝えていた問題で、 BPO は重大な放送倫理違反があったと結論付けました。フジテレビが産経新聞社と合同で行っていた世論調査では、再委託先の社員が調査の電話をかけていないのに架空の回答を入力する不正が繰り返し行われ、去年6月までの1年余りにわたって誤った内容を伝えていました。この問題を審議していた BPO の放送倫理検証委員会は10日、意見を公表し、フジテレビの対応について調査結果を待つだけの状態だったとして、政治の行方をも左右する世論調査の丸投げとのそしりを免れないと指摘しました。その上で、架空データが含まれた報道を1年余りにわたり放送し、市民の信頼を大きく裏切ったとして、重大な放送倫理違反があったと結論付けました。フジテレビは、決定を極めて重くかつ真摯に受け止め、今後の世論調査の報道に生かしてまいりますとコメントしています。マスコミの不祥事は外資系にも及んでいます。ロイター記者、待機期間のパーティー参加でコロナ変異株が感染拡大。イギリスで発見され、日本でも市中感染が拡大している新型コロナウイルスの変異株。ロイター社の東京支局に勤務する外国人記者が、イギリスから帰国後2週間の健康観察、自宅待機の要請に応じず、パーティーに参加していたことが週刊文春の取材で分かった。厚労省によれば、この記者はコロナに感染し、パーティー参加者に変異株の感染が確認されている。ロイター記者の A 氏は、12月中旬に休暇を取ってイギリスへ一時帰国、日本へ12月22日に戻り、
空港で PCR 検査を受けたところ、結果は陰性だった。コロナの潜伏期間は最大で14日程度と見られており、判定ミスや後から発症する場合に備えて、日本政府は入国日の翌日から起算して2週間の健康観察、自宅待機と健康状態の報告を要請している。だが記者は12月25日に港区内のパブで友人ら9人とのパーティーに参加。その後パーティーに参加していた友人の男性と参加していなかった A 氏の婚約者が年末から年始にかけて発症。正式な検査を受けたところ、3人ともコロナ陽性が確定した。A 氏の濃厚接触者である2人は変異株によるコロナ感染だったことが判明した。ただ、A 氏からは変異株が検出されなかった。厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の担当者が補足する。最初に感染が分かった男性は、パーティー参加者の友人男性で、この感染経路をたどったところ、イギリスから入国した男性 A 氏が見つかりました。この男性は発症から時間が経過していたため、再度検体を取ったが、調べられるウイルスの量が少なく、変異株を検出できなかった。状況証拠から、この男性から2人に感染したと推定しています。マスコミという業界は基本的には給料の高い業界であり、また、肉体労働がメインではありませんから、男性でなければならないといったようなことはありません。つまり女性でも当然のように就職できる業界ですし、また就職すれば高い給料がある程度見込める業界です。そういった意味で女性側からこの業界に全く入らないというわけでもありません。しかし実態として役員の構成を見てみると圧倒的に男性で占められており、女性の登用というものが全く進んでいない業界であることは明らかです。そして、このような状況下において、番組の制作、出版物の方向性、さらには記事内容、様々なところで男性の意見というものが優先されていることは明らかです。そもそも女性がいないのであれば、男性側の意見というものが自然とその制作されるものに反映されるのは当然のことでしょう。それこそ政治の側から女性登用というものを進めていきましょうという声を上げたとき、マスコミの側からは掛け声ばっかりで全く進んでいないじゃないかといった批判などはよく出る批判なわけですが、そう批判しているマスコミの側もまさに女性というものを一般職員の下の方で押しとどめて上の方に全く登用していないことが実態としてあるのです。彼らに本当に男女平等といった精神というものが根付いているのか、かなり疑問と言わざるを得ません。そしてここ最近の連日続いた森本首相の発言に対するバッシングというものも一部を切り取っているという指摘はずっと根強くあるのですが、それが主流になることはありませんでした。基本的には発言そのものを頭のなしにこんなのは全くダメだという結論から入っている論評というものがたくさんありました。またそうした批判をする人の中には過去に女性に対して暴言を吐いていたといった事実があるような人物についても平気で今回の発言について自分のことは完全に棚上げしてあの発言というものは全くダメだよねという批判なども展開していました。また森本首相への抗議の意味を込めて活動していた女性議員の中にはそれこそ過去においては男性差別をしていたことが様々なメディアで残っているような人も自分のことは棚に上げて森本首相を強烈に批判もしていました。このようなことから基本的に自分のことを棚に上げてとにかく批判するのだということが非常に目立つという場面が今回の騒動では見られました。さらにはフジテレビやロイターの不祥事も見てもわかるように決してマスコミというものは自分自身の会社の内部においてしっかりと自分自身を律することができているかといえばそういったわけでもありません。こういった姿勢というものがあるからこそ、それこそテレビは見ませんよであったり、新聞はもう信用できないと言われるような、いわゆるマスコミ不信というものを招いているのです。報道機関はそれこそ、ここは今は叩きどころだなというふうに捉えると、各社一斉に同じような批判というものを繰り返すものです。しかしそのような批判の嵐にあった時でも本当にこれが批判に値するのか、またその批判している側もあなたは本当に批判できるような立場なのといったような冷静な見方というものもする必要があると私は思っています。皆さんは今回の森本首相の発言とそのマスコミの総批判の姿勢についてどのような感想を持たれたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。